こんにちは。今日は V ネックのプルオーバーを作っていきます。意外とシンプルな作り方です。よかったら作ってみてください。操作は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。ベルマークをオンにすると動画を公開した時にすぐお知らせが届きます。ぜひベルマークをオンにしてください。今回使う糸はダイソーさんのリサイクルコットン 100%。色はアップルグリーン。40g で96メートル。使用かぎ針の目安は6号。この糸を使って編んでいきます。この糸はこんな感じで綿 100% でしっかりとしています。太さは 1.5 ミリぐらい。この糸を使って編んでいきます。針は8号を使います。あとはマーカーととじ針を使います。作り方を説明します。今回 V ネックを作っていきます。別々に考えて、まずこの部分はこんな感じ。鎖編んで台形を作っていきます。ここはこんな感じ。鎖編んで台形。こっちはまっすぐ。こっちは斜め。こっちもまっすぐと斜め。合わせて V ネックにします。後ろはこことここを合わせてこの幅にします。サイズは私は23。背中は45。この鎖の数は奇数にします。こっちも奇数、ここも奇数。私は女性ものの L サイズで、だいたいこんなサイズで作っていきます。多少であれば少し幅を狭くしても広くしても大丈夫です。私の場合、23センチを作るために鎖33、33、後ろは65。こんな感じで作っていきます。どちら側から編んでも大丈夫なんですが、私はこっち側から編んでいきます。わかりやすいように、こっちを1番、こっちを2番。表が上の状態で、こっちが2番。こっちは1番。編んでいこうかと思っています。これを作るために鎖編みをしていきます。鎖編みをしていきます。この鎖はゆったりと編んでいきます。このまま必要な数だけ鎖を編んでいきます。必要な数だけ鎖を編んでいきました。1段目は長編みを編んでいきます。さっき見た通り、1番目は片方が斜め、こっちはまっすぐ。こんな感じで編んでいきます。なので、こっちは斜め、こっちはまっすぐで編んでいきます。まず最後の鎖にマーカーをつけます。これが最後の鎖。鎖2つ。1、2。マーカーの隣に未完成の長編み。表でも裏でも大丈夫です。私は裏に長編みをしていきます。まずこのマーカーの隣。ここに未完成の長編み。未完成の長編みは長編みの途中まで絡めて、今糸が3本、2本から引き抜いて、
これで未完成の長編み一度に引き抜きます。これで三角ができました。細長い三角。一応ここにマーカーをつけておきます。次から一つに一つずつ、まず隣、次もこのまま端まで長編みを続けます。ここまで長編みをしていきます。端まで編んできました。こちら側はまっすぐ編んでいきます。次は四角を作っていきます。鎖4つ、1、2、3、4、裏返します。足元1つ飛ばして2つ目に長編み、1、2、これで四角ができました。次も四角を作ります。鎖1つ、足元1つ飛ばして2つ目長編み、次も四角、同じように鎖1つ、このまま四角を編んでここら辺まで編んでいきます。2段目の端まで来ました。今足元を見ると長編みが2つ、長編み2つ、次はマーカーをつけた三角、次も四角を作ります。まず鎖1つ、足元1つ飛ばして2つ目に未完成の長編み、これで未完成の長編み。このままこのマーカーのところ、ここにも未完成の長編み、これを一度に引き抜きます。これで三角ができました。こういう形の斜めのラインができました。ここは四角。で、次はこの長編みを編んでいきます。この2段を繰り返していきます。で、まず長編みの時は鎖2つ、1、2、裏返して、でこの四角の中に針を入れて未完成の長編み、これを一度に引き抜きます。これで三角ができました。マーカーをつけておきます。で、次も長編み、今度はこの長編みの上、でまた四角、長編みの上、これを繰り返していきます。端までずっと繰り返していきます。端まで来ました。最後の四角に長編み1つ、
下の鎖の下から3つ目、長編みをします。上が2本で下が1本、この位置に針を入れて長編み。これで3段目が終わりました。次は4段目、鎖4つ、裏返してまたさっきと同じように足元1つ飛ばして2つ目、また四角、このまま端まで編んでいきます。端ではさっきと同じ四角を作って、最後の長編みは未完成の長編みにします。ここは未完成の長編み、ここも未完成の長編み、こことここを一つにします。で、鎖2つでこの段、これを繰り返して編んでいきます。必要な数だけ鎖を編んできました。次はこの2番はまっすぐと斜めなので、こっちはまっすぐ、こっちは斜めにして編んでいきます。で、最後の鎖にマーカーをつけておきます。マーカーをつけた方が後で見分けやすいと思います。で、鎖3つ、1、2、3、マーカーの隣に長編みで、表でも裏でも大丈夫です。次も長編み、一つに一つの長編みを編んでいきます。このまままっすぐ編んでいって、この近くまで編んでいきます。端まで来ました。足元を見ると鎖が2つ、ここに未完成の長編み、ここにも未完成の長編み、一度に引き抜いて三角を作ります。次も未完成の長編み2つ、一度に引き抜いて三角ができました。次は鎖2つ、1、2、裏返して隣に未完成の長編み、この隣、これで鎖2つと未完成の長編み、一度に引き抜いて三角ができました。次から四角を作っていきます。鎖1つ、足元1、2、このまま端まで編んでいきます。端まで来ました。最後も四角を作ります。鎖1つ、足元1つ飛ばして2つ目、2つ目は
鎖の下から1、2、3、上が2本で下は1本、ここに長編み、これで四角ができました。次はこの長編みだけ、鎖3つ、1、2、3、こっちはまっすぐ、こっちは斜めなので、こっちは鎖3つ、四角の中、長編み、また四角の中、これで端まで編んでいきます。端ではまたさっきと同じ未完成の長編みを編んで2つを1つにします。このまましばらく編んでいきます。で、1番目と2番目両方しばらく編んでいきます。背中の方は鎖を編んで、このまっすぐ、ここと同じように全部まっすぐ編んでいきます。この長さはこっちの台形が出来上がってからまたお知らせします。この幅でしばらく編んでいきます。15段編んできました。最後は細編みにしています。今までは長編みだったんですが、ここだけ細編みで編んでいます。ここが14段目、ここは15段目。15段編んで、長さは少し伸ばして測って20センチ。ちなみに横幅はここも少し伸ばして測って23センチで、こっちも同じ。こっちが1番で、こっちが2番。これで前身ごろが出来上がりました。こっちは後ろ身ごろで、最初に図にした時にここを65目と説明したんですが、意外とこの襟ぐりが広くなったので、後ろは少しだけ狭くしました。ここでは65と書いていましたが、61にしました。長さは43センチ。今13段の状態です。前と比較してみると、こんな感じであと2段編んでいきます。こことこことここを編んでいきます。この範囲はこの範囲、ここと同じ数だけ四角と細編みを編みます。そうするとこんな形になります。ここと同じ数だけ数えて同じ数にします。私は端から19、こっちも19目にマーカーをつけます。こっちも同じ。今糸が出ているところから続けて編んでいきます。次は14段目。今までと同じように鎖4つ、裏返してこのままマーカーの手前まで編んでいきます。
マーカーのところまで来ました。マーカーのところにも四角を作ります。ここで折り返して、次は細編み、根元に細編みで、次は四角の中、このまま端まで細編みを続けます。端まで細編みをしてきました。糸を切ります。この糸端は長めに残します。後で肩を縫い合わせるときに使えるので、この幅の3倍ぐらい残して切ります。次はこっち。こっちはこの端から編んでいきます。表裏を合わせるために端からスタートします。端は鎖になっています。下から3つ目で、新しい糸、で四角を編んでいくので鎖4つ、ここから鎖4つ、1、2、3、4で、足元1つ飛ばして2つ目、今までと同じです。このまま四角を編んでいきます。ここで一旦ストップして、次は細編み。これを端まで編んで糸を切ります。これで背中の上の部分が出来上がりました。次は肩を縫い合わせます。肩を縫い合わせるときには内側を表にします。表と裏を確認します。長編みが表の方を表にします。そうすると細編みも表になっています。こっちが表で、肩を縫い合わせるときには内側を表にします。なのでこれでこの部分が裏、こっちが表、こっちも裏で表、この状態にして端から縫い合わせていきます。で、糸があるのでこの糸を使って縫い合わせます。肩を縫い合わせていきます。手前はこの細編み2本の糸の下、向こうはこの細編みの2本の糸の下、こことここを合わせます。で、ここから糸が出ているのでこのまま向こう、もう一度同じとこ、手前の2本の糸の下で、向こうの2本の糸の下、これでつながりました。隣端から1、2、向こうも1、2、
この糸はあまりきつくならないように表を確認しながらで適度な緩みで縫っていきます。このまま端まで縫っていきます。端まで来ました。ここに糸足があるので、ここで結んでおこうかと思います。そうすると後で糸始末が楽です。結んでおいて、この糸足を隠します。ここで結んでいるので簡単に隠していきたいと思います。で、反対側も同じように縫い合わせます。で、糸始末をします。これで肩がつながりました。次はこれを折り曲げて脇の下をつなぎます。こっちもで袖ぐりを作ります。やりやすいように上下を逆にして、こことここ、こっちとこっち、まずこっちからで背中の方の角、マーカーのついているところ、ここは鎖の1、2、3で上が2本、下は1本、この位置に針を入れて新しい糸で糸を出してしまって、この糸足は少し長めに残しておきます。で、同じところ、ここから鎖を5つ、1、2、3、4、5で前の角、このままたどって表から針を入れます。表からで引き抜いて、ここで糸を切ります。こっちも少し長めに糸を残しておきます。で、これが袖ぐりで、この状態で一度腕を通してみて、で大きさを確認します。で、これが大きすぎたら鎖の数を3つにします。1、2、3で、狭かったらこれを7個にします。ここで多少サイズの調節ができます。で、こっちが終わって次はこっち、こっちも同じです。端の鎖の1、2、3マーカーのところ、上が2本で下は1本で、新しい糸
同じところ、ここから鎖を5つ、1、2、3、4、5で、これをたどって表から針を入れます。引き抜いてつなげます。これで大丈夫だったら糸を切ります。鎖1つ、これでつながりました。これで脇がつながって袖ぐりができました。次は下の方をぐるぐると編んでいきます。目立たないところからスタートします。脇の下の鎖の真ん中ら辺からスタートします。で、裏返してこの糸が盛り上がっている裏のところ、ここからスタートします。どこからでも大丈夫です。細編みをしていきます。同じところ糸を出して鎖1つ、細編みをします。この糸端は編みくるんでも大丈夫です。で、1つ目にマーカーをつけておきます。次は2つ目、鎖に針を入れます。次も鎖、鎖を確認してみたら1、2、3、4、5、ここは引き抜いた糸なのでここには編まないで、この長編みの下、この残していた長い方は編みくるまずに残しておきます。短いものは編みくるんでも大丈夫です。この鎖は奇数にします。その上に編んだ細編みも奇数にします。後で模様が揃うようにしたいので奇数にします。で、このままここまで細編みを続けます。端まで来ました。今最後の長編みに細編みを編んだところ、次は鎖、この鎖と反対側のこの未完成の長編みのこの2本の糸の下、こことここを一つにします。まずこの鎖、糸を出してこっち、ここ糸を出して、今3本、これを一度に引き抜きます。これでつながりました。次からまた一つに一つずつ細編みをしていきます。
編みを続けて、この鎖にも細編みでずっと編んでいって、スタートしたところまで編んでいきます。細編みで1周編んできました。最初の細編みに引き抜きます。これで下の部分の1周目が終わりました。次は長編み。普段は鎖3つでスタートするんですが、今回は少し大きめの鎖1つ、根元に長編み、でこの針のすぐ下にマーカーをつけておきます。2本の糸の下で、この方が鎖3つでスタートするよりもぐるっと編んでつなぎ目がきれいに出来上がります。次から普通の長編み、で長編みを編んでいくんですが、ここから下を少し広がるように編んでいきます。たくさんではなくて、ほんの少しだけ広げて編んでいきます。そうするとシルエットがきれいに出来上がります。長編みを編んでいって、途中で少しだけ1つの細編みに長編みを2つ編んでいきます。でこの2つ編む間隔が狭いほどボリュームが大きくなってふんわりと広がっていきます。でこの1つに2つ編む回数が少ないほどほんの少し広がるようになります。私は今回少しだけ広げて編んでいきます。これはお好みによって好きなシルエットにします。私は今長編みを5つ編んで、次を長編み2つにしてみようかと思います。1つにもう1つ、次もまた普通の長編み、5つにする場合には長編み5つで、また1つに2つ、これを繰り返して1周します。しばらく編んでみて、思ったよりもボリュームが多かったり少なかったりしたら、その数を調節します。1、2、3、4、5で、次をでこの数はいくつにしてもいいんですが、1周編んで全部が偶数になるようにします。2周目を編んできました。今長編みは偶数になっています。最初の長編みに引き抜きます。このマーカーをつけていたところ、2本の糸の下、これで2周目が終わりました。次は3周目。3周目はこの四角を作っていきます。でここまで表裏表裏と編んできたので、次も裏返して内側から編んでいきます。こっちが裏、こっちは表で、大きな鎖一つ、根元に長編み、これが一つ目。で四角を作っていきます。鎖一つ
1つ飛ばして2つ目、次もこのまま一周します。一周してここまで戻ってきます。四角で一周してきました。最後も四角を作ります。鎖1つ、最初の長編みに引き抜きます。次は長編み、鎖1つ裏返して外側から編んでいきます。こっちが表、でマーカー、次も長編み、次も今までと同じです。これで一周して最初の長編みに引き抜いて、次は四角、四角を編むときには裏返して内側から編んでいきます。でまた長編み四角長編み、これを繰り返していきます。好みの長さになるまで繰り返していきます。今下の方を編んでいる途中なんですが、ここで一旦ストップして袖を説明します。袖はこんな感じで編んでいきます。長編みと四角と長編みと最後に細編み、これはさっき編んだここと同じ長編みと四角と長編み、同じように編んでいきます。今表が上になっています。で表が上の状態でここが袖ぐり、ここは脇の下に当たる部分、ここには鎖が5つ、1、2、3、4、5、この真ん中からスタートします。新しい糸、で同じところ鎖3つ、1、2、3、隣に長編み、この鎖の下から3つ目、後で見分けにくくなりそうだったらマーカー、隣に長編み、こここれで長編みと鎖で、次はここが角になっています。ここをカーブにします。そのためにここから糸を出して、ここからも糸を出して一度に引き抜いてカーブを作ります。でここは長編みにしたいので未完成の長編みにします。絡めて未完成の長編み、次はこの鎖の下の方、ここに針を入れて未完成の長編み、これを一度に引き抜いて少しだけカーブができました。
次からこの鎖3つに長編み2つ、こっちも2つ、こっちも2つで、この部分は今長編み1つ編んだので、ここにもう1つ長編みをします。次も2つ、次もこのまま一周します。ここは肩の縫い合わせたところです。今までと同じ感覚で編んでいきたいので、ここに長編み1つ、ここぐらいにもう1つ、ここに1つと編んでいこうかと思っています。で、目立たないように次はここぐらい、大体で大丈夫です。次はここらへん、また2つと編んでスタートしたところまで戻っていきます。で、全部で長編みの数が偶数になるようにします。次は襟ぐりの縁を編んでいきます。ここは肩の縫い合わせたところ、この隣には四角があります。で、次は角、この四角からスタートします。この四角には細編み2つ、まずここから新しい糸、で糸を出して鎖1つと細編み、これが1つ目。次はここに細編みを編むんですが、次は角なので、ここが角になっているのでカーブを作ります。ここから糸を出して、ここからも糸を出して2つを1つにします。まずこの四角のここ、ここに針を入れて、次はここ角のすぐ隣、ここから糸を出します。これを一度に引き抜いてカーブができました。で、次から一つに一つずつ細編みをしていきます。このまま細編みを続けます。ここから編み始めて、次の肩の手前まで来ました。またここが角になっているので、こことここで2つを1つにします。まずここ、次は四角、これを引き抜いてカーブができました。で、この四角にもう一つ細編み、次は縫い合わせたところ、ここは今までと同じ間隔ぐらいにしたいので細編み2つにします。だいたいで目立ちにくそうなところに針を入れて細編みをします。
もう一つはここぐらい。次から長編み2つ細編みをしていきます。また2つ2つ、このままこの中央の V の手前まで編んでいきます。 V の下の方まで来ました。ここに長編みが1つ、細編みを2つ、 V の一番深いところには引き抜き編み、次は細編み2つ。今までと同じです。ここだけ引き抜き編み、ここに2つ、で次は V の深いところ、ここに引き抜き編み、ここぐらいに入れていきます。ギュッと絞っておきます。こんな感じで、次からまた細編み2つで、ここにそのまま入れるとちょっとスペースが目立ってしまうので、隣の糸を借りてきて、で細編みをします。次はそのまま、これでちょっと目立たなくなりました。次からまた2つ、でこのままスタートしたところまで編んでいきます。細編みで1周してきました。これが最後の細編み。少し長めに糸を残して、最後の細編みから糸を抜きます。これを針で糸始末します。でさっきと同じです。端から1、2、手前から向こうで、最後の細編み、上から針を入れて後ろに出して、この大きさを揃えます。あとは裏でほどけないようにします。でこのプルオーバーの下の方、こっちに戻って好みの長さになるまで編んでいきます。好みの長さになったら最後は長編みにします。その上に細編みを1周で、最後は針で糸始末をして終わりです。脇の下をつないだ時の糸端、これは少し長めに残しておきました。この糸を使って後でこの脇の下の部分が伸びていたり緩んでいたら、これを使って整えるのと補強をします。今回この編み方だとあまり伸びていないんですが、模様によってはすごく穴が開いてしまうので、この糸を取っておいて後で補強していくといいと思います。で今回あまり伸びていないので、簡単に縫って終わりにします。
他の糸端も同じように処理します。こんな感じに出来上がりました。とても可愛く出来上がっています。裾は今まで四角一つ、長編みだけが一つ、四角一つと編んできたんですが、裾に近いところは四角二つ、長編み二つ、最後に細編み一つと編んでみました。ここも切り替えの部分で長編み2段になっているので、ちょっとアクセントになりました。大きな V ネックで爽やかなプルオーバーが出来上がりました。袖はこんな感じ。で、脇の下を鎖5つでつないだので、ここに余裕ができて着心地がとても楽です。で、下に着るものによってだいぶ印象が変わって着やすいと思います。サイズを測りました。上から下まで54センチ、横幅一番広いところが56センチ、袖は4センチの20センチ、襟ぐりは68センチ、使った糸は230グラム。こんな感じになりました。最後までご視聴ありがとうございました。